皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の動画はすごくざっくばらんなお話をしていこうかと。Z5-2 ですね。こちらのカメラを実際に外でいろいろ撮影に持ち出してみてですね、私自身その時思ったこととかいろいろこの Z5-2 のね、関する動画っていうものを通り進めていく中でやっぱりこういうカメラだよねとかこういったところがいいよねとか逆にこういったところが気になるというよりかはこういったところは、受け止めるべきだよねみたいな視点でいろいろ話していこうかなって思ってます。あとはこちらですね、レンズキット 24-200mm の F4 から 6.3 こちらの高倍率ズームと呼ばれているものですね。Z5-2 はダブルズームのレンズキットはありません。2450か24-200を選ぶ形です。でもう一つはボディ単体レンズなしでボディカメラ本体だけ購入するっていう3つのパターンがあります。でこちらのレンズがね24-200がおすすめだよという話をしつつ24-120もやっぱありやなとか、ただこちらの方がレンズキットとして購入できるのでちょっと数万円ねお買い得かなっていうところもあるんですけども、Z5-2 を含め今後どんどんステップアップしていくのであれば24-120っていうことも視野に入れるのいいんじゃないっていうレンズの話をしつつ、やはりこの外観のデザインに関してであったりとか、あとはね、ファインダー覗いて撮影する、今日結構明るい環境でも、撮影をしていたんですけども、やはりこの背面液晶をね、綺麗に映って見ること、背面液晶を見つつ撮影することはもちろんできるんですけど、やはりファインダー覗いてね、撮影する今風で言うと没入感っていうのをこう自分がその世界に入り込んだような感じでねファインダー覗いて撮影ができるっていうところもすごく魅力なのかなと思いつつ、バリアングル液晶にね関しても私なりの対策というか意識しているポイントプレートを下につけたりであったりとかいろいろね、思うところみたいなものをざっくばらんに、撮影しつつですね、ちょっと今直感的にいつもこの場所で収録するってなると台本を起こしてなんていうの当たり障りないようにね、言葉を選んで表現を選んで冷静に、文章を作ってお伝えする、それはそれですごくいいことなんですけども、たまにはちょっとねその時の、感情を直球でドンって収録してお伝えするのもありかなって思いましたので、ここまで Z5-2 に関して結構いろいろ情報を取りためてきているので、それの総集編じゃないですけど改めて外で使った時の私の感想をね、別撮りで外で収録してきたものがありますので、そちらをちょっと楽しんでいただけたらと思います。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ、ここからは実際に Z5-2 とレンズキットですね、24-200とこれ24-50でちょっとね、作例撮りといいますかレンズキット対象の2本ですね、24-50と24-200でこんな感じのが撮れるよっていうものをね増やしたいなと思って今日はこの2本できました。本当であればね、40mm の F2 とか、あとは 2470F4S とかね 24-120F4 の S ラインとかそういったレンズをぜひ選びたいなとは思うんですけど、でもやっぱ現実的というかね、それってちょっとカメラに詳しい方がねもうすでにレンズ持ってるよって方が選ぶようなレンズになるかなって思うので、本当に Z5-2 からねカメラを始めたいなっていう方はこの辺りがレンズキットがねやはり対象になるかなと思います。で今日は Z5-2 に対してこう外にね持ち出して撮影していて思ったところみたいな話なんですけど、使い勝手いいですねやっぱり。その24-50、24-200か24-200こっちをつけているので、これですね24-200のこれをつけているので、なかなかの、ちょっと質量というかね、インパクトがあります。だって600弱です。570ぐらいだかな、600弱あってでこっちが、700あるので1.4 まではいけんけど 1.3 キロちょっとぐらいには、なってくるという形があると。
なのでしっかりずっしりはしますが、やはりこの2450とかでくっつけると Z52 ねかなり軽いので、1キロいかないんでね、フルサイズで持ち出せるっていうのはいいかな。あと今日使ってて思ったのは海の中にちょっとカイツブリが入ってたりとかねして珍しいと思いながらね撮影をしてたんですけど、トリ AF かなり優秀です。カスタムワイドで、横向きでね、枠作って、撮影してトリ AF で認識させてたんですけど、すごく優秀だなって思いました。ただポイントとしてはやはりその FX ではあるんですけど、高画素ではないので積極的にDX クロップを使うという感覚ではなかったです。なのでどちらかというと24200で200ね、もう望遠端で、目いっぱい伸ばして、撮影するっていう感覚だったかなっていうふうに思います。でもやっぱり AF 性能とかねものすごく優秀だなってのは思いました。使い勝手がいい。あとシンプルにやっぱ電源のオンオフも早いなってのは使ってて思いましたね。結構その海魚なんかはいつでもね外に出てますけど、カイツブリとかって結構海面で潜ったり、顔出したりを繰り返す、ものになりますので、ちょっとの間電源切ったりするんですよね。でそういった時にあっちに移動したかって思った時に潜って出てきた時にちょっと距離が変わってたりとかねすると、あっちに移動したかって思ってもう一回撮影に行こうと思うとね、電源入れるスピードっていうのはやっぱり速い方がいいかなと。都度切らなくてもいいんですけど、なんとなく癖で切るところもありますので、撮影していて、電源の入り切りが速いっていうのはねいいかな、起動が速いって言った方がいいかな。すごく快適だったなっていうふうに思いました。あと全体的にそのカメラのレスポンス、操作してる時の感覚速度っていうのもすごく優秀なので、本当にそのストレスフリーというか、自分がこういったことを直感的にやりたいなって思った時に撮影ができるっていうのはすごくいいなと思いました。ただその日頃高画素機にね、慣れてたりすると野鳥を撮る時ね、鳥を撮る時は24200のレンズキットもいいけど、選択肢として価格跳ね上がりますが28400っていう選択肢もあるんかなっていうのは思いましたね。でも思いっきり100400とかね S ラインとか、400単焦点445、私も結構445で持ち出すことが多いのが Z5-2 ですけど、DX クロップは我慢っていう風に考えるともちろんしていいんですよ。ただ有効画素数が2450万画素のカメラなので、可能な限りね、残しておきたいっていう方は、高画素もしくはそうやね、もうちょっと焦点距離でしっかり稼ぐっていうのが大事なポイントになってくるのかなってのはちょっとね使ってて思うところでした。でもそれはあくまで野鳥だったり飛行機だったりの遠くのものを撮る前提になる話なので、普通はそんなに気にしなくていいかな。だいたい24200で今日ほぼほぼカバーできました。で寄れないってねいう風に評価のされがちなレンズではあるんですけど、確かにね24120とかがめちゃくちゃ寄れちゃうので、比べられちゃうとっていうところがあるんですが、それでも普通に使う分にはね、必要十分に綺麗に映るし快適に使えるレンズだなっていうふうに思うところがありましたね。で時折その2450とかにね切り替えて撮ることもあったんですけど、今日はどちらかというと飛行機が飛んでるから飛行機入るから無理かなちょっと無理やね。飛行機ねこの辺にいるんやけど絶対映ってないそれも、この24200であれば飛行機もね撮ろう思ったら撮れる。で、被写体検出のところにちゃんとしっかりね飛行機の検出も入っているので、使い勝手よくね、使うことができるというところになります。なので本当に問題なく快適に、なんでしょうね、意地悪な言い方をせんかったら本当に使い勝手のいいカメラだなと思いますね。ただ時折その意地悪なことを言ってしまうといろいろ気になるポイントはある方も多いんじゃないのかなっていうのはありますが、それはやはりねもうこのカメラに対してどこまでを求めるのかというところがポイントですね。で実売ね23万円ぐらいでしたっけ、26万円でニコンダイレクトのクーポンで23万円ぐらいでしたっけで考えるとフルサイズでしょ、
で今のご時世23万円っていうと、ちょっと前のね本当 D780 とかそのあたりもね、20万円台半ばとかで出てきて、フルサイズ機としてねいろんなことができるカメラだっていうふうに考えると、その価格帯で出てきてくれるっていうのはやっぱりねすごくね嬉しいなというふうに思いますし、シンプルにやっぱ進めやすいカメラだなって思います。もちろん自分がね使う上でもすごく使い勝手がいいカメラだなっては思いましたけど、人に勧めやすいカメラがこの50と52合ってるZ5252 は5252っていうのがすごく勧めやすい、これ買ってりゃ大丈夫でしょっていう。でこれで物足らんのやったらシンプルに、上のライン目指した方がいいんじゃないっていうふうに思っちゃうところですね。ものすごく使い勝手がいいかなって。実際今回この Z52 のねプロモーションに携わらせていただく中で、ポートレートの中の撮影なんかは基本 Z52 で撮りつつ、オフショット的なところは Z52 を持ち出してたんですよ。 DX の18140やったかなっていうのを持ち出して撮影することがあったので、確かに手ブレ補正とかねレンズシフトに頼るところはあったりしますけども、52も十分いいよっていうふうに思います。なので別のね動画でも結構、再生数とコメントも多くいただいててありがたいんですけど、52と52をね悩まれてる方って結構多くいらっしゃるんですね。52が思ったより出来ええから褒めてるんですけど、これね52も物ごっつええんですよ。物ごっつ52もええんですけど、52も思ったより結構作り込んでくれてるのが面白いポイントになりますので、結構ね悩まれてる方も多いと。でその時に価格でね52選ばれたり52選ばれたりっていう悩みどころだと思うんですけど、考え方だと思うんです。その予算が例えば20万までに絞りたいとかであれば、例えば Z52 にあれが15万弱でしたっけ、14万ぐらいで実際13万円台ぐらいで買えるのかな、実売になってくるのと、それに18140とかくっつけて高倍率のね DX 対応の18140で対応する。で40とか2826もありですけど、薄型単焦点、あとは DX ね最近買いましたって購入報告多いですね。ニッコール Z の DX の24の F1.7 をくっつけてもらうっていう構成もものすごくいいと思います。 Z52 の話をする動画で52の話してますけども、これは今日はもうかなり実際外に持ち出して撮影している時のなんか撮影しながら私がこうやんなーって思った話になりますので、ざっくばらんにラジオトークとして聞いてほしいんですけど、 Z52 もそういった使い方で予算を抑えたいっていう方は十分だと思います。でこれが Z52 がねこの撮影のモードダイヤルであったりとか情報表示の小窓がねすごく河原冷やがないとな河原冷やが近くに来てるというところがあるんですが、情報表示のパネルとかがあればですよ Z52 にZ52 の方がいいんじゃないって言えるけど、めっちゃ似てるんですよ。なんでかっていうと Z52 ねこの右上にモードダイヤルが来てて、ピクチャーコントロールのダイレクトで切り替えるボタンがあるんです。で Z52 ってロゴがこっちに来てるでしょ。ロゴというか商品名ね。でここがね Z67 系統はこの右上が情報表示のパネルで、左上に撮影モードのダイヤルが来てて、しかも真ん中を押してくるって回してロックするタイプになってるんですね。なのでその部分が違っていれば Z52 も同じように情報表示のパネルがあればおすすめしやすいなというふうには思うんですけども、 Z52 はねそのあたり実は Z52 と一緒でもあるので結構似てるんですね。本当に Z52 をシンプルにそのままフルサイズ機にしたら Z52 になりましたみたいな感覚になるんじゃないのかなって使ってて思いました。なので似てます。でもこのねサブセレクターのところねの有無であったりとか、多少ねやっぱり違いはあります。背面のね部分に。なので使い勝手のところで多少の違いはあるんですけど、そこに13万円と23万円どう思うかです。でその10万円の差でフルサイズ
でいろんなことができる Z52 を選ぶのか Z52 にして、ボディ内定ボレ補正がとかいろいろありますし、センサーの世代がとかね、画像処理エンジンの世代はすごくいいんですけど、センサーが結構ね昔から使われているもので長年ね使われているものになってたりするというふうな噂がありますので、その部分をレンズに予算を回すのかっていうところは結構悩みどころかな。で予算に余裕がある方はもう Z52 選んでたら間違いないと思います。だってもう安心できるもんもう大体の撮影いけますやんっていうところがありますので、本当にさあ何を撮ろうっていう感じかな。何でも大体のことはできるよと。で物足りないこれでちょっとそうやね、もうちょっとパワフルなカメラが欲しいなって方はもう分かりやすく、Z6、もっと言うと7とか73を待つか、全く違うカメラというかね、価格も全然違うけど Z8、Z8 あたりを狙ってもらうっていうのもありかなっていうふうには思いますね。なのでなんか全体的にニコンのこのフルサイズ機のねラインナップナンバリング揃ってるようで、ちょっとこの辺りもうちょっと詰めてほしいなというか、こういったラインナップも欲しいなって思うところはところどころありますので、やっぱり Z73 はすごく重要なポジションになるんじゃないのかなって感覚的に最近思うようになりました。 Z52 がね新しいエントリー機って言ったらダメなんですね。スタンダード機がね新スタンダード機として、登場してきたというところがあって、で言い方を変えると Z シリーズのフルサイズのスタンダードは Z52 であるということがもう確定になったので、スタンダード機としてのカメラとしてできることはものすごく数多くある。ただデザインとしては中身は Z シリーズの最新を詰め込んでます。もちろん Z52 ねものすごくいい機能をゴリゴリに詰め込んでくれてるんですけど、言うたらこのデザイン側というかね、この外観部分は Z5 をそのままほぼほぼ引き継いでるんですね。もちろんこのボタン配置とか最近の Z シリーズにしてはくれてますけど、ほぼほぼは引き継いでいる形になりますので、これが一つの Z シリーズのなんていうかな、標準スタンダード基準になるんだっていうのは一つ確定したというところがあります。で Z6 シリーズもね、近々ねトリエーフ入るや入らへんやって噂があったりとか、Z6 シリーズにしかやっぱできないことってありますので、5系統がすごく進化している、かつそれが23万円で出てこられると実売でね Z6 シリーズのちょっと肩身が狭いというかね、 Z6 シリーズがちょっとどうなんのよっていうところがあったりするんですけど、それでもやっぱりなんていうかな、Z6 系統は6系統の役割がある。あとは単純に価格のところよね。43万円っていうね、ざっくり20万円の差があるので、その20万円の差をどう感じるか。ただ当時は165円とか170円のレートで計算されてて2499ドルなので、 Z63 自体が高いというよりかは当時の日本の円が弱かった、円安だったんで2499ドルに対して170円ぐらいで計算するとなんぼ、43万円前後ぐらいになるっていう形になっていたので、間違ってはないんかなとは思うんです。でこっちのカメラが Z52 が1699やったかな、1699ドルぐらいで出てたんですよ、アメリカのドルでね。で、150円ぐらいで計算するとだいたい26万円ぐらいになるのかなっていう形になるので、やっぱその時の登場するタイミング、今までの私の感覚やったらだいたい110円ぐらいとかでね、もうほぼほぼ円イコール100円、でもちょっと円安すぎて110円ぐらい、時折円高に触れたら100円で、ね、下回って90円とかなるよねっていうとこがあったりしましたけども、そこからね急に時代は変わって130円が円安や突破しましたってニュースを言うてると、150円160円突破してもみんな感覚麻痺してもって別にニュースも取り上げへんっていう、円安で150円160円になりましたで取り上げたとてニュースがね別になんていうの人気を取れるわけじゃないので、芸能人のねネタとか取り上げてる方が注目されるやろうからそっち中心にはなってますけども、私たちの生活に直結するはねそっちだったりするんで、ただ最近は100何ぼ45円も下もね円高に触れて130円台もまた戻ってくるんかなみたいな
感覚になってたりするので、もうシンプルに登場時期ですよね。だって Z52 も1699ドル170円で出てきたら、ドル170円で出てきたら28万か9万なんですよ。30万弱なんですよ。 Z5230 万円やったら皆さんは高いと思います？安いと思います？多分普通と思うと思います。他社のスタンダード機と呼ばれているカメラがざっくり30万円ぐらいになってて、最近カメラって高いよね、30万円でスタンダード機って言われてしまっても、私らの月給から考えるとそうそう簡単に買われへんやんっていうのがねあったりするので、やっぱ高いよねっていう話にはなりがちではあるんですけども、その中で26万円実売23万円ぐらいでムクドリがすげえ量。でも私の周りは別にそのムクドリで近隣トラブルっていうの、なんか最近東京とかすごいんでしょ、ムクドリの追い出してムクドリがみんなが集まる場所ができてしまって、一つの地域ではムクドリのその鳴き声とムクドリのおトイレのね問題でかなり今その住宅地が大変やっていうところで、いろいろ対策としてカラスであったり高潮であったりとかがあったりするとは思うんですが、ムクドリもね生きるのに必死やなからね、お互い必死やからねっていうところがありますが、そんな雑談を挟むのも今日は外で撮ってるからではありますね。そんなところかな。 Z52 ね30万円ぐらいで出てきてたんやったら、また印象は変わってたと思いますし、逆に Z52 が30万円ぐらいで出てきてたらですよ、きっと Z52 がもっと売れてたと思います。今でもすごく売れてるんですけど、もっとね Z52 か Z52 かっていう今選択肢があるじゃないですか。それが多分ですけど Z52 一択みたいなね感覚になってたというふうに思っております。それがね、時代の変化にも、なってくるのかなって思いますので、次の Z73 が170円で出てくるのか150円とか、もっと言うと140円とかでね出てくるのか、そのあたりによってまた印象は変わってきますよね。だって170円とかで出てこられて価格据え置きって言われても Z73 多分60万しますよ60万で Z73 です中身はほぼほぼ X ビード7世代目引き継いでZ63 の高画素版ですわって言われたらみんな8買うでしょみんな73買わんと8買うでしょ。60万って言われたら多分 8番買うでしょ。もちろんその携帯性でね高画素でそんなに連写がなかって動画性能もいらんという形になって、700g ほどでね、買えるのであれば人気というかピンポイントでね選ばれる方はいらっしゃるとは思うんですけどですよね。でさらにじゃあ Z73 がバリアングル液晶だったらどうします？バリアングル液晶でここねこれ背面の液晶のところここです。これがねこのバリアングル液晶だったら Z73 ってまたみんなの反応というか印象変わってくると思うんですよ。なのでそれでも60万ですって言われると Z8 買うんちゃうかなって思っちゃったりもしますよね。なのでぜひねそういったところも含めていろいろまだまだ Z73 含めて赤霊が来た飛び方でわかるね声とヒヨドリもああいった飛び方するけどサイズちゃうからねっていうところがあって、なのでぜひね Z5-2 もねすごくいいカメラではありますが Z6、Z8、Z9 と揃ってはいますので、次は Z73 かな。やっぱり Z73 がどういう位置づけでポイントは大体のことはもう予想つくじゃないですか。 Z73 って、Z52、Z63 って出て、Z73 ってなると、高画素なんやろなって、連写が別にそんなに多いわけではないんやろうなっていうふうに思いますので、ここよね Z73 がバリアングル液晶で来るかどうか、これは結構分かれ道だと思いますね。 Z73 がそうやねバリアングル液晶で来て、てかもしかしたら横チルトのままとかね、あとは縦横4軸チルトを789が採用する
みたいな展開になると、結構この液晶問題というか液晶の選択肢によって73の売れ行きって変わってくると思います。でも感覚的にはもうボディは統一すると思うので、じゃないとコストカットできへんからね、バリアングルで来るだろうなって。8と9は縦横4軸チルト特別感あって、でこうなんていうの、縦に向けた時に情報表示が最近はね、エクスピード7世代目は縦を向くっていうところがあるので、そうやね、やっぱバリアングルなのか縦横4軸チルト、もう横チルトにしてしまうっていうのはちょっとね、縦表示するのがもったいないところもねあったりするので、今何をしてるかというと、飛行機が来ているので飛行機を撮ろうとしています。でこう広角からぐーっと持っていくとね、捉えたままで、クールピックスの P1100 とかがねやってるようなやり方ですけど、なんていうの、そういったね撮り方が楽だなと。ドットサイとかがあったらねズバッて狙えたりするんですけど、広角でブーッと広げて真ん中に飛行機捉えて、でグーって寄っていったらもうそのまま撮れるよねっていうところがあったりするので、ズームはやっぱその辺ね含めて便利かなっていうふうには思います。でバリアングル、今日はねちょっとあんまりちょっとなんていうの、質量的に危ないかなって思って使わなかったんですけど、これね底側のプレートというかね、カメラストラップです。これをこうつけるとバリアングルがね展開してもそんなに干渉しないという形になります。ただバリアングル液晶のカメラでこのストラップを使うと結構ね、開く時にこう気になったりします、液晶がね。なのでその部分がこういった底面のストラップの方がいいよ。ただ結構ね質量のあるレンズ、言うても600弱あるので、570ぐらいかな、600弱あるレンズで本体700でしょ、1キロ、1.23 キロになっちゃうので、そのあたりはこういった軽いレンズの時限定かな、底ストラップは。で、こういった重ためのねしっかりしたレンズをつけるときはやっぱりこっちのがしっかりしてるので、両サイドで止めてもらうのがいいかなって思います。そんなもんかな、大体話しましたね。で今日はもう HDMI の画面の出力というかね、映像収録はしていないので全然気にならなかったです。端子周りは今日使ってないんでね、HDMI の端子が気になるのってどっちかっていうとね、映像を外部に出力して録画機で飛ばす人ぐらいかなって思いますので、そんなにみんな気にならないですよね。一応ねバッテリー予備持ってきてるんですよ。バッテリーケースにね、ヴァンガードのこのバッテリーケース入れて持ってきてるんですけど、バッテリー交換してないです。2時間3時間ぐらいちょろちょろっと散歩しながらパラパラっと撮影、あれ赤霊おるわとか、飛行機おるわとか、猫出てったわとか、なんか花咲いとるなぐらいで、チューリップの時期かみたいなね、もう桜は葉桜やなみたいな感覚の時は普通に23時間撮影楽しむ分には、電池全然減ってないですわ。もうメモリ1個減ったか減ってないかぐらいです。でもね200-300枚ぐらいは撮ってんちゃうかなとは思うんですけどね。運動がてら撮影した印象をお伝えさせていただきました。今日は特に台本も作らずですね、もう単純に、本当に撮影に散歩がてらに Z52 と24200を持って出てきた私なりの印象をお伝えさせていただきました。こういったね内容っていうのもすごくね役に立つんじゃないのかなと。もちろんいつものようにね台本ゴリゴリでお話しするっていうのもすごく大事だと思います。ものすごく大事だと思うし、そう思うからやってることでね、いつも似たような話と似たような場所と似たような編集でお伝えしておりますけども、たまにはねこういう話、同じこと繰り返したりとっちらかったりとか、直感的にそれがほんまに思ったことやしっていうところをお伝えできたらと思います。なんかこういうのに収録に向いているカメラを買おうかな。もちろんこういったね大きいカメラもすごく大事なんですけど、こういった時に持ってこれるねこういうちっちゃいね、今アクションカムで撮ってるんですけど、カラスがガー言うてはるわ。カラスが鳴いたから帰りますわ。カラスが鳴くから帰ろっていうところで、ちょっとスタジオの島さんにお戻しします。
いかがだったでしょうか。私自身がですね、2450と24200の、レンズキット、Z5-2 のレンズキットとしていろいろ持ち出してね、作例といいますか、こういったものが撮れるよ、こういった感覚だよっていうのをレンズキットを、持ち出して撮影した時の、そのリアルな感情とかリアルな思ったところを今回もう一発撮りでバーンってね、収録してきているものになりますので、日頃話してる内容とそんなに大きく軸はずれてはいないんですけど、改めてね、その頭で理解して実際自分がカメラを通じてレンズを通じて撮影を試みた上でやっぱこうだよねって思うところが、そろそろ発売されるね Z5-2 もなんか第1ロットというか初期ロットの25日発売の分のものに関しては届きますよというかお届けできますよっていう案内がねニコンダイレクトとかから来たっていう風にねお伺いする方もいらっしゃいますので、おそらくそういった案内が届いてる方もいらっしゃるかなと。そういった方も Z2 がね5-2がゲットできるということが確約されましたのでおめでとうございますというところと、そのメールがね案内が届いていない方はどうなるんやろうね。1週間2週間とかぐらいやったらまだやけど2ヶ月3ヶ月4ヶ月ってなるとねちょっと辛いところがありますので、ゴールデンウィーク前にはみんなに届けてほしいなと思いつつも、ニコンさんのねこの供給っていうのカメラレンズをこうお届けする在庫確保のね、いくら国内モデルがなんていうの、日本語のみ対応でね、言語設定メニューで海外のその英語とかが選べなくなっているので、国内流通モデルは日本語がねネイティブの私たちが、メインで使うだろうという風になったとはいえ、売れるカメラなので売れているカメラなので在庫ね確保してほしいなと。ニコンさんにもカメラの内容はよろしいと、で金額もよろしいと、みんな納得しとると、あとは買えるかどうかだけですと、欲しい人にちゃんとカメラが、届けれるかどうかだけの問題なのでニコンさん頑張ってと。ここでいろんな人に Z5-2 が在庫しっかり確保できてニコンさんがお届けできたらめちゃくちゃ評判のいいというか、ほんまにニコンの新スタンダード機としてもっとねそのカタログスペックとか先行レビューの方々の印象でもうすでにごっつ評判がいいのにプラス一般のその利用していく方々のレビューというかね印象みたいなものがどんどん口コミを広がっていくとより Z5-2 が盛り上がっていくと思いますので、とにかくみんなの手元に行き渡らせるようにですねニコンさんには頑張っていただけたらなと思います。今回ちょっと Z5-2 に関してねいつもほどその深い内容というかその体系的にねお話ししているわけではないんですけども、たまにはこういったね動画も今後撮っていこうかなっていうのも場所を一つ決めてバシって集中して撮るっていうのもすごく効率はいいんですが、そういった時間を取れない時期とかタイミングもありますので、もう出先とかどこでもですねちょっと隙間時間っていうんですかというものがあるのであれば動画1本もしくはその動画で完結しなくても今回みたいに冒頭とこのね後書きの部分だけ収録でポンポンって差し込んでメインの部分はもう外で収録バーンってできてしまうような組み合わせで、とにかく総合力で時間を効率よくですね生かした、YouTube 活動っていうものを続けていかないとショート動画を挟んだ毎日投稿っていうのが続けるのがなかなか厳しくなってきていますので、今後もこういったねスタイルはいろいろ自分の中で開拓はしていきますしいろいろ改善していこうかなとは思うんですけども、ぜひねジマチューブを楽しんでいただけたらと思いますので、いつものそのなんていうのちゃんとした台本作ってねこういった話でいきますっていうのももちろん続けますけど、たまにはそれをすっ飛ばしてですねもう直感的にその時思いついたことをバッと話していくのも、コンテンツとして楽しみにしていただけると嬉しいです。このチャンネルではですね撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日というかそうやねなんやかんやで400日ぐらいかな、365日プラスそうやねもうちょっといってるか、正月休み挟んで1月5日からはもうなんていうの去年から1年間更新して
ショート動画挟んでずーっと毎日更新続けておりますので、ぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。また写真集ですね、こちら作っております。ジマチューブセレクトですね、こちら写真集作っておりますので、概要欄リンク貼っております。ぜひねチェックしていただけると嬉しいです。ボリューム5には Z5-2 とかのお写真も入れようかなというふうに思っておりますので、徐々にねお写真も調達していっておりますので、ぜひ興味ある方チェックしていただけると嬉しいです。あとはオンラインサロンジマチューブコミュニティですね。日頃写真とかカメラに関する情報、交換のね交流の場という形で非公開の SNS グループ上でねお話しさせていただいて、で毎月そのお気に入り写真とかね、今月の1枚みたいな形でサロンメンバーさんが皆さんね投稿されるお写真に対して、私がその次の月に、先月のお気に入りの写真、今月の1枚に関してこういう風な印象を受けましたよっていうフィードバックのね動画をサロンメンバーさん限定で投稿させていただいておりますので、あとは半年に1回ね合同写真展に向けた動きっていうのでサロンメンバーさんにお声掛けさせていただいたりね、一緒に出ませんかって合同の写真展なのでっていうところもありますので、ぜひ興味ある方は写真集オンラインサロンチェックしていただけると嬉しいです。そんなところかな。また何か皆さんね Z5-2 で気になることとか、なんかこういうことを気になったなっていうものがあれば、ぜひコメント欄残してもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。